こんにちは、コロです。今回はグリコーゲン切れというのを焦点に当てて30キロの壁をどう乗り越えられるのか、自分で書いたブログをもとに要点と考えを AI を使ってできるだけ分かりやすく整理しました。それでは本編をどうぞ。どうもこんにちは。今回の解説早速始めていきましょうか。マラソンを走ったことがある方なら一度は経験するかもしれないあの恐怖の体験、30キロの壁。今日はその正体を科学的に、そしてわかりやすく暴いていきたいと思います。もうね、気合が足りないみたいな根性論で片付けるのは今日で終わりにしましょう。いやー、まさにこれですよね。自分ではまだまだいけるって思ってたのに、30キロを過ぎたあたりで急に本当に突然足が動かなくなる。まるで誰かにスイッチを切られたみたいにエネルギーが空っぽになっちゃうあの感覚。でも大丈夫です。安心してください。それはあなたの気持ちが弱いからとかそういう話では全くないんです。実はこれ、体の中で起こっているすごくシンプルな現象なんですよ。さて、じゃあその壁の正体、一体何なのか、いよいよ確信に迫っていきます。結論から言ってしまうと、あれはズバリ、体の中にある特定のエネルギーが完全に底をついてしまうことなんです。車でいうところのガス欠。あの状態があなたの体の中で起こってるってことなんですね。で、その特定のエネルギーって何なのって話なんですけど、それがこのグリコーゲンってやつなんです。これは僕たちが普段ご飯とかパンとかで食べた炭水化物をすぐ使えるように体に貯金しておいたものみたいなイメージですね。特にランニングみたいにすぐエネルギーが必要な運動では、これがメインのガソリンになるわけです。じゃあ何が問題なのか。このグラフがもうすべてを物語ってます。僕たちの体に溜めておけるグリコーゲンの量って実はせいぜい2000キロカロリーくらいしかないんです。それに対してフルマラソンを走り切るのに必要なエネルギーはなんと2500キロカロリー以上。あれって思いませんか？そうなんですよ。そもそもスタートラインに立った時点でガソリンが足りてないんです。だから何も考えずに走ってるとちょうどエネルギーが尽きる30キロあたりでタンクが空っぽになっちゃう。これが壁のあまりにもシンプルすぎる正体だったんですね。いやいや、じゃあもう無理ゲーじゃないかって思いますよね。でも安心してください。ここからが本題です。実は僕たちの体にはもう一つ、とんでもなく巨大なエネルギー源が眠ってるんです。この2つの燃料タンクをちゃんと理解することが、あの壁を乗り越えるためのたった一つの鍵なんです。さあ、ここで専門家のコロさんが提唱しているめちゃくちゃわかりやすい例え話を紹介します。これが本当に秀逸で、まずさっき話したグリコーゲン、これはお財布の中の現金です。すぐ使えて便利だけど、入ってる量は限られてますよね。すぐなくなっちゃう。一方、僕たちの体についている体脂肪、これは銀行の預金なんです。こっちはもう人によっては何十万キロカロリーっていう莫大な量がある。でも引き出すには ATM に行くとかちょっとした手続きが必要ですよね。つまり特別なトレーニングが必要ってことなんです。なるほどって感じですよね。いやー、この言葉ぐさっときますよね。僕たちは体に銀行預金、つまり体脂肪っていうとんでもない代金を眠らせているのに、その引き出し方を知らないから、なけなしの財布の現金、グリコーゲンだけで 42.195 キロという高い買い物をしようとして、途中でお金が足りませんってなってたわけです。ってことはですよ、解決策は驚くほどシンプルなんです。ガソリン、つまりグリコーゲンと電気、つまり体脂肪。この両方を効率よく使えるハイブリッドカーみたいに僕たちの体を改造してあげればいいんです。そう、これこそがハイブリッドランナーっていう考え方なんですよ。僕らが目指すべきゴールはこれです。お財布の現金がまだたっぷり残っているうちから上手に銀行預金を引き出して併用できるようにする。そうすれば現金の減りをずっと恐らせることができて、最後までエネルギー切れを起こさずに楽に走り切れるようになるわけです。よし、じゃあ具体的にどうやってそのハイブリッドなエンジンに自分の体を改造していくのか。特別なジムの機材とか、すごく難しいトレーニングとか、そういうのは一切必要ありません。誰でも本当に今日から始められる超シンプルな方法を見ていきましょう。まず大事なのが、筋肉に対する考え方をちょっと変えることなんです。
よく筋トレしなきゃって思うじゃないですか。でも、マラソンに必要なのって、ボディービルダーみたいなムキムキの大きな筋肉じゃないんですよ。あれって言ってみれば車体が重くなるだけで、逆に燃費が悪くなっちゃうんです。僕らが必要なのは、長時間、小さな力でずっと燃え続けてくれる質の高い筋肉。専門的には貯金繊維なんて言いますけど、要は持久力に特化した燃費のいい筋肉ですね。特に体幹とかお尻とか背中、体の中心部分がめちゃくちゃ重要になります。で、その質の高い筋肉を鍛えるのに本当に効果的なのがこの3つ。どれも地味なんですけど、めちゃくちゃ効くんですよ。プランクはじーっと耐えることで、まさにその側筋を鍛えて、レース後半のフォーム崩れを劇的に防いでくれます。スロースクワットはゆっくり動くことで、体で一番大きなエンジンであるお尻の筋肉をしっかり目覚めさせる。そして片足立ち。これ歯磨きしながらとかで全然 OK です。これをやるだけで着地の安定性が全然変わってきますから。さて、ここまででハイブリッドランナーになるための基本的な考え方は、なんとなくつかめてきたんじゃないでしょうか。ここからは皆さんが多分、でもこれってどうなのって思うであろうポイントについて、もう少し深く掘り下げて燃料戦略をさらに完璧なものにしていきましょう。これ思いますよね。僕も昔は本気でそう思ってました。エネルギーが足りなくなるなら走りながらジェルとかで補給すればいいじゃんって。でもここに本当に大きな落とし穴があるんです。コロさんはこれを穴の開いたバケツ問題と呼んでるんですね。この数字、見てください。衝撃じゃないですか。僕たちがランニングで1時間に消費するエネルギーってだいたい700キロカロリーくらい。それに対して走りながら胃腸が吸収できるエネルギーってどんなに頑張っても250キロカロリー程度が限界なんです。つまりバケツの穴から水がジャージャー漏れてる消費なのに蛇口からちょろちょろ水を入れてる補給みたいなもんなんですよ。これじゃ追いつくわけないですよね。だから補給だけに頼る戦略はものすごく危険なんです。はい、次の質問です。なるほど。脂肪を使うのが大事なのは分かった。じゃあもうきつい練習はしなくていいの？ゆっくり走るだけでいいの？って思いますよね。いや、もちろんそういうわけでもないんです。速い練習にもちゃんと重要な役割があるんですよ。最強のハイブリッドカー、つまりハイブリッドランナーになるための黄金比、それがこの80対20の法則です。どういうことかというと、トレーニング全体の 80% は誰かとおしゃべりしながら走れるくらいの本当に楽なペースで走る。これが銀行預金、つまり脂肪を引き出す能力を鍛えるメインのトレーニングになります。で、残りの 20% でちょっと心拍数が上がるような速い練習を入れる。これはお財布の現金、つまりグリコーゲンを効率よく使う、いわば燃費を良くするためのトレーニングなんですね。このバランスこそが最強への鍵なんです。はい、というわけで今回の内容をサクッとまとめてみましょう。まず、30キロの壁の正体は気合とか根性じゃなくて単純なグリコーゲンキレという現象でした。そしてそれを乗り越える鍵は体に眠る莫大なエネルギー源、体脂肪を使えるハイブリッドランナーになること。そのために練習の8割は楽なペースで走って、プランクみたいな簡単な筋トレで燃費のいいエンジンを作ることが重要ということでしたね。最後にこの言葉で締めくくりたいと思います。多くの人が継続は力なりって言いますけど、ただ闇雲にがむしゃらに走り続けるだけではいつかまた壁にぶつかってしまうかもしれない。なぜこの練習をするのか、自分の体の中で何が起こっているのかをちゃんと理解して正しい方向に正しい努力を積み重ねていくこと。それができた人だけが30キロの壁じゃなくてただの通過点に変えられるんだと思います。今回の話が皆さんの次の一歩のヒントになれば本当に嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が面白かったならチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。次回30キロの壁をカーボローディングで切り抜けるをお届けします。コロでした。